はい、皆さんこんにちは。ザ・シークレットショー有明アリーナライブのチケット一般販売が9月6日から開始されています。まずは抽選で行うので、まだ応募してない方は概要欄から飛んでください。前代未聞のライブになることは間違いないです。これからの世界を本気で生き残りたいやつ集まってください。過去の対談相手から都市伝説、陰謀、スピリチュアルを愛する著名人たちが集まって最高の体験型都市伝説トークショーになっています。来たら価値観ぶっ飛ぶこと間違いないので、11月2日お待ちしております。またね、グッズも販売しているので、このようなかっこいいグッズ販売しているので、チェックしてみてください。なんか最近日本天候やばくないですか？台風はね、もちろん毎度のこと来てはいるんですけど、それにしても、東京、雷と雨がマジで続いてるんですよね。僕ね、東京引っ越してきて10年ぐらいだけど、ここまで雷を頻繁に見ること初めてな気がします。これ絶対何かの陰謀ですね。そしてそれに追い打ちをかけるように出された巨大地震注意報 X では南海トラフが何度もトレンドに、この地球規模の異変にもしかして関連しているかもしれないのが、海外で話題の The Blob Anomaly 異常な塊。数ヶ月前これ海外で流行って、今でも実は地味に続いてて、何のことなのか説明すると、最初に観測されたのが2024年4月9日、ベンツスキーというリアルタイムで世界中の雨や風といった大気の動きを表示する高精度な気象サイトがありまして、このようにリアルタイムで降水量とか風量、波の高さなどをね、計測することができるんですね。これ結構面白いんですよね。僕もハマっちゃったんですけど、それからこうやって台風もね、リアルタイムで見ることができるので、しかもこれリアルタイムだけじゃなくて過去にも遡ることができるんです。するとなんと4月10日、このベンツスキーで不可解な光景が見られたんです。それがこちら、南アフリカの下の方、南太平洋に異様にバカでかい津波が観測されていたんです。それも測定してみると、なんと25メートル級、ビルの6階ぐらいの高さです。ただこのエリアは重要な航路があるので、このレベルの津波が発生したら当然誰かが気づかず、その日は何も報告されていない。普通に考えたらただのバグなのか、あるいはね、他の要因がなんか絡んでいるのか。この日の前日に起きていたことといえば、9月9日、皆既日食がアメリカの方では見られていたんです。とはいえ、さすがにね、日食が関係あるとは考えにくい。そしてその日のニュースではこのように各地で異常気象は確かに確認されていました。ただ異常気象なんてね、今このご時世、毎日起きてる。ベンツスキーはこのことについて公式的にこのデータはバグによって発生したものです。理由はわかりませんが、こちらのバグは修正しましたと公表。とはいえ、調べてみると、2月22日、3月27日にもこのように同じ場所で似たような異常な塊が発生していたんです。こんなミステリーネット民がほっとくわけないですよね。彼らは必死に調べました。すると、Google Earth のこのエリアを調べてみると、この地域にはブーベ島という島があります。これね、行くと危険っていうか、行っちゃいけない島っていうところに結構リストされてて、っていうのもあまりにも陸から離れていることから別名、世界で最も孤立した島とも呼ばれているんです。ノルウェー領ではあるんですけど、何にも使われていなそう。不思議なのが Google で確認してみると、人類省っていう組織がここを拠点にしていると Google Earth で出てくるんです。ホームページもなんだかんだね、このように怪しいんですよ。ちょっと暗号めいた感じ。YouTube を見てみると、ちょっとアート的な、人は選びますね、これ好み。不気味な雰囲気を醸し出している。さすがにね、こんなんただ茶化してるだけじゃないのって思っちゃうよね。Google にはね、話題になった4月以降はもう宇宙人だとかなんだらとかみんな茶化したレビューをしているんですけど、ただ、それ以前にもレビューを書かれていて、面接はうまくいきましたが、受け取った情報は秘密にされているため、伝えることはできませんでした。という普通の企業なのかよくわからない感じのレビューが書かれてて、この地域に過去に何かなかったのかって調べてみると、ちょうどブーベ島の近くでヴェラ事件というものが起きているんです。ヴェラ事件はアメリカの核実験監視衛星ヴェラホテルが二重の閃光を探知した事件で、要はこの二重の閃光というのは核兵器のことなんですね。ただアメリカ国防情報局が調査したところ、空気中に核副産物は見つからなかったため、誤報だと結論付けているんです。でもこの事件の一部は国家機密になっているっていう、深く掘ることができないんですけど、冷静に考えたらこの辺で核実験を行ってて、ただそれが世にバレちゃいけないから国家機密になってますよっていうことなのか。結局この異常事態は今でも謎のままなんです。どうですか皆さん、これぞザ・ネットミステリーって感じだけど、普通に考えたらバグですよね。バグなんて機械どこでも起こすから。ただとはいえね、ロマンある回答をすると、世界のどこかで今でも大規模な実験ってずっと行われてるんですよ。当たり前ですけど、核実験ももちろんそうだし、
という意味で見てみると、たまたまそういったものをね、観測してしまったっていうケースもあり得るかもしれない。続いての都市伝説はちょっと難解なんだけど、深掘れば深掘るほどどんどん味が出てくるっていうか、ミステリーのね、渦にね、のめり込んでいくものになっています。数々の偉人が所属していたとされるフリーメイソン、ジョージ・ワシントン、坂本龍馬、フランクリン・ルーズベルト、鳩山ファミリー、モーツァルトなど、時代を作ってきた人たちは何かしらの形でこのフリーメイソンと絡んでいるのは間違いない事実ですよね。ただ、秘密がゆえに彼らの情報を外に漏らしたら、時にはね、この世から消されてしまうこともあるかもしれない。このリストした人物の中から、フリーメイソン、もっと言えばイルミナティのね、秘密の儀式、それだけでなく、日本の秘密さえも暴露してしまった人物がいるかもしれないんです。それが、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト。かっこいい単語を組み合わせたみたいな名前ですね。数々の名曲を世に放ったモーツァルトの問題作、魔敵。1791年にこの作品が仕事がなかったね、劇場経営者のシカネーダがモーツァルトに依頼して始まったと言われているんですけど、この魔敵、内容がちぐはぐっていうか、もうようわからないような展開で、オペラを見てるお客さんも、ちょっとよくわかんないけど、まあ良かったですって、いやもうこれはよくわかんないから悪かったみたいなね、完全にね、真っ二つに割れたんですよ、評価が。そんなモーツァルト本人はこの魔敵に対して何もコメントを残していないんです、特別。それはもしかして、モデルとなったのが日本の皇太子で、フリーメイソンの秘密が暴露されていたからかもしれないんです。この都市伝説は中山一郎さんの本を参考に語っていきます。では皆さん、深い都市伝説のホラーの中に入っていきますよ。そもそもなぜモーツァルトの魔敵がやばいと言われているのか。これを世に公開してから2ヶ月後、モーツァルトは亡くなっています。死因は急性俗流熱病。当時ウィーンで流行っていた病気なんだそうですけど、彼の死には不可解なことがたくさんあるんです。彼は亡くなる前、妻に僕は毒を盛られていると話していたようで、亡くなったのは1971年12月5日の深夜なんですけど、翌日のね、6日の午後、聖シュテファン大聖堂に埋葬されたんです。めっちゃ早いよね。これおかしなことで。っていうのも当時亡くなってから埋葬するまでね、48時間は空いてなきゃいけなかったそうなんです。なので、急いで埋めたことにある。何か隠したかったのか。しかも意味わかんないのが、葬式はなぜか妻やまだ幼かった息子たちは参列しておらず、妻の姉妹たちとその夫という不思議なメンツが参加していたんです。もう墓場にね、誰やねんお前らみたいな感じで、妻が次の日墓場に行こうとすると、その墓場の担当だったスタッフがなぜかやめてって、どこかわからないみたいな意味のわかんない本当状況だったそうなんですね。ということはやはりこの魔敵が相当やばかったのか。最初に言ったように、この魔敵は劇場支配人のね、シカネーダという人物がモーツァルトと交流してた、彼が持ち込んだ話だって言いましたよね。ただ、シカネーダはすごいピンピンなんですよ。モーツァルトが亡くなってから20年ぐらい生きてて、彼の身にはね、本当はだったら何か起こるはずじゃないですか。ただ起きていない。これ深掘っていくと、モーツァルトにこの話をね、持ち込んだのはシカネーダじゃなくて別の人物だったと言われているんです。それもかなりのキーパーソン。それがフリーメイソンロッジ真の団結の代表、そしてイルミナティのメンバーでもあったイグナーツ・リッター・ウント・フォン・ボルン。彼の経歴を話すとかなり長くなっちゃうんですけど、まあすごい方ですよ。ただ肝心なのは、彼がウィーン博物館王立図書館顧問をしていたこと。一般人が見ることのできない歴史書物とかは彼がアクセスできていた可能性がある。そしてモーツァルトも深い交流があった。モーツァルトの父親ともね、交流があったぐらいです。そしてこのボルン、フリーメイソンの真の団結という組織のそのリーダー、支配人だったって言いましたけど、その内部は実質イルミナティが何割か占めていたんです。なのでそのイルミナティの思想をボルンは持ち出して、モーツァルトに魔敵を作らせた。なんていう都市伝説が存在しているんです。これね、都市伝説と言ってますけど、まあ実質都市伝説ではないんですね。事実なんです。フリーメイソンの方々もこれは認めていまして、魔敵はかなりその彼らの思想というか儀式っていうものが盛り込まれているんです。どうやらね、彼が亡くなる前、ボルンもモーツァルトもそのイルミナティ、フリーメイソンのロッジにはあまり足を運んでいなかったそうなんですね。ちょっとね、距離を置いていたそうなんです。これは推測ですけど、彼らは本当にそのフリーメイソン、イルミナティの計画を目にしちゃったからなんて話もあるんです。その秘密何なんですかって気になりますよね。もうちょい待ってください。ちなみにボルン、魔敵が完成する前に彼は亡くなっています。モーツァルトはこの時も毒を盛られていると語っていました。しかもボルンの検証を行ったのはモーツァルトが亡くなった時と同じクロセットという石です。これやー、毒持ってますね。二人がね、殺されたっていう体で話を進めていきますけど、魔敵、どんなやばいね、情報が盛り込まれてるのかすげえ気になるよね。魔敵は一応こんな物語になっています。舞台は架空の異国の国、おそらくエジプト。夜の女王の娘パミーナが悪者ザラストロに捕らえられてしまい、
それを聞いた王子タミーノは彼女の救出に動きます。魔敵を手に仲間のパパゲーノとザラストロの神殿へ。門に到着するとあることに気づきます。ザラストロは悪ではなく賢人だということ。実は夜の女王が傲慢で、ザラストロはパミーナを囲っていただけでした。ここから急展開になるんですけど、王子タミーナはザラストロの下でいくつかの試練を受けることになるんです。沈黙の試練、火の試練、水の試練などと、夜の女王の邪魔が入りながらも最終的にタミーノとパミーナは試練を乗り越えて愛を誓い、夜の女王は地獄に落ちる。そして最後は皆がエジプト神話のイシスとオシリスを称えるという物語なんです。なんやこれって思ったでしょ。ちょっと表紙抜けした人もいると思うんですけど、もちろん実際の話はもっと細かくて具体的で長いです。ただもうこれ全部話してもみんな退屈になると思うから一部をギュッてやってるんですね。救出劇かと思いきや急になんか変なね、試練とか導かれていくんですよ。娘を助けることよりも試練っていう若干冷めてるタミーノなんだけど、そこがポイントなんですよ。これフリーメイソンの秘密の儀式が盛り込まれてるって言ってましたよね。これは紛れもなくフリーメイソンも認めてる事実で、彼らの組織の中でどんどん上に行こうとするとこういった儀式を通ることになるそうなんです。タミーノが通る試練がまさにフリーメイソンの認められた人物になるための通過儀礼を表しているんです。そしてオシリスとイシス、これは都市伝説ですけどフリーメイソンが最も崇拝している神だとも言われています。この劇場をね、みんな普通のお客さんが見てたらよくわからないけど素敵なストーリーでしたねって楽しむらしいです。ただそのフリーメイソンの上層部がこれを見た時はこれは僕たちにしかわからないメッセージが盛り込まれてるねみたいな、ちょっとそういったわかる人にしかわからない物語になっているそうなんです。もう一つモーツァルトが暴露したのがイルミナティの思想。魔的にはイルミナティの指導者だったボルンが制作に携わっていただけあって、イルミナティの思想がもろに入っているんです。簡単に解説すると、当時フリーメイソンの中でも思想が迷子になってて、自由平等破壊をベースにしてるけど、だから何みたいな感じでみんなでちょっとお前の思想どうなの、だからって何、どうしますみたいな感じで迷子になったなんて。そこにイルミナティというより崇高な思想を持った集団がアダム・バウス・ハンプトをね筆頭に現れて、フリーメイソンを少しずつ侵食していったんです。イルミナティは基本的に権力あるもの、国家、文化、宗教、王政を破壊を目的とし、共産主義のような皆を平等にすることを目的としているんです。いい例がフランス革命ですよね。フランス革命にはもろフリーメイソンが関わっていたと言われています。ただ実際はその裏ではイルミナティが糸を操っていたと。なので彼らは宗教とか破壊したいから超反キリスト的な過激な思想を持っているんです。直木場の知らない世界の後編でも述べたように、ある意味今回のパリオリンピックがそうなんじゃないかって言われてるじゃん。そのアンチキリストみたいな、そういった思想って結構ずっとあるんですよ。悪魔的な思想って言われてるんだけど、みんなも聞いたことあるでしょ、なんとなく。今の時代がまさに国境をなくして移民をたくさん受け入れる体制になっています。もちろんそれは賛否両論で、都市伝説陰謀論の業界の人たちはそれに反対してるみたいな感じ。実際に今国より企業の方が力あるんじゃないかって言われてますよね。これが俗に言うニューワールドオーダーです。そこでイルミナティはまず教育を使って働きありを生産し、支配者に奉仕させるという構造を作りました。言論の自由や民主主義といった政治、経済システムは僕たちの自由が反映されているという幻想を抱かせる社会を目指しました。最低限の餌さえ与え続ければカゴの中の鳥は困らないと。しかしこの鳥たちは大空を飛ぶことを知らない。知っても飛ぶことができない。それが僕たち一般市民ですかね。実はこういったメッセージがこの魔敵の中に含まれているんです。タミーノと旅をしていたパパゲーノは鳥刺し職人で、背中に鳥かごを背負っています。夜の女王に鳥を届けて、その対価に食料を得るっていう目先のことだけで満足するキャラクターなんです。考えることもなければただ毎日の食料のために生きる労働者。彼はね、タミーノと試練を共にするんですけど、結局彼は離脱する。ただそれでもね、最終的にパートナーと結ばれて子供に恵まれるんですけど、ある意味これは社会の一般的労働者の幸せを表しているそうなんです。今の社会に与えられているザ幸せの定義ですよね。普通に学校に行ってザ一般企業に入って誰かと結婚して子供を授かって、で普通の家庭を育んで死んでいく。もちろん間違いないと思う。これもすげえ幸せだと思う。だからパパゲーノはそれを体現している。ただいろんな生き方があっていいからね。主人公の王子のタミーノは覚醒した人間です。
神格化した存在なので、ザ幸せを求める人間と高次元を目指す崇高な存在との対比がこの作品の中では描かれているんです。毎日飯が食えてちょっとした娯楽があって、毎日労働していれば生きていけるっていう人と、いや人間はもっと崇高な存在だから、俺らもっと高み目指せるから、みんなで頑張っていこうぜ。工事目指そうぜって、ちょっと俺若干旅の寄りだとは思うんだけど、こんなアホなこと言ってるから。なのでモーツァルトはフリーメイソンの秘密のこの通過儀礼を暴露しながら、彼らの目指す社会そのものを作品の中に盛り込んだんです。そしてここからさらにぶっ飛んだ面白い都市伝説に発展していきます。この王子タミーノは日本人なのかもしれないんです。実は魔敵の物語は異国の地で王子タミーノは日本の狩り絹を着ているということが書かれているんです。どういうことって思うよね。この日本の狩り絹以外は別に日本要素出てこないらしいんです。このタミーノっていう名前が実はね、その当時向こうの人たちにとっては日本風のね、日本語っぽいニュアンスの名前に設定されたっていう話もあるので、そこも一応日本要素が入ってるらしいんですけど、なぜそこに日本要素を盛り込んだのか、これは未だ誰も解読していません。ただ日本の狩り絹っていうことは、そして王子っていうことは、実はこの日本の狩り絹を着た王子といえば天皇、もっと言うと聖徳太子がモデルになったんじゃないかと言われています。聖徳太子は予言ができたと言われています。ただこれはね、未来を予知する予言っていうよりかは、その神の言葉を授けて伝えるっていう方の予言。その言葉を記した書物が未来記。鎌倉時代の武将楠木正成がその未来記を読んだと言われている文書が残ってて、1300何十年代に書かれた太平記には四天王寺に未来記があったとも書かれているんです。ただそれ以外ではこの未来記のそのもの自体は誰も見たことがない。本当にあるのっていう、今ではね、もちろん定説ではそんなもんないとされている伝説の書物なんです。とはいえ、過去のその文献にはね、その未来記について、聖徳太子のその予言についてちょいちょいいろんなところに書かれているんですね。しかもめちゃくちゃ的中しているそうです。例えばこちら、黒龍が来るため、都は東に移される。まさに黒船来航のことですよね。ただこれに加えてね、それから200年を過ぎた頃、今度はクハンダが来るため、その東の都は親と7人の子のように分かれるだろうと書かれているんです。このクハンダは、要は悪、邪気のような存在なので、数年で戦争なのか災害なのかが東京を八つ咲きにすると予言しているんです。このような予言を聖徳太子がしたとされている。一応伝説なんですけど、あるんですね。ただ、もちろん都市伝説陰謀論者たちは深掘っていきよう。この未来記が実際に四天王寺に存在していると噂しているんです。その未来記が大昔にシルクロードを通って王立図書館などにね、保管されていたものをイルミナティのボルンやアダム・バイスハンフトが目にして、そういった思想を彼らの、組織に取り入れた。いや、これぞ都市伝説よ。義経がね、チンギス・ハン説、織田信長が実は生きててバチカンに行ってた説、直木マンがね、CIA のスパイ説とね、通ずるものがありますよね。となると、魔敵の物語は、日本の王子タミーノが、つまり天皇が、フリーメイソン、イルミナティの通過儀礼を乗り越え、ピラミッドの中でオシリスとイシスを下ろし、神格化する物語だということになります。どうでしょう、皆さん。この魔敵自体は、そのフリーメイソンの秘密の通過儀礼が盛り込まれているっていうのは、もちろんこれ事実で、フリーメイソンも公式的に認めてるんですね、それは。皆さんの意見聞かせてください。だいぶちょっと難解だったと思うけど。では皆さん、ザ・シークレットショー有明アリーナライブ、チケット一般にも販売されているので、ぜひ皆さん買ってください。ソールドアウトにどうにかしてください。まだね、応募間に合うので、みんなで11月2日、最高に楽しい前代未聞のイベントにしましょう。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。